はい。ということで、こんにちは。ひろきです。今日はですね、もうタイトルからして、ちょっと皆さんに覚悟して見てほしい、そんな回になっております。ということで、今回のテーマは、元恋人に言いたかったけど、言えなかった一言でーす。過去の恋愛、みんな一つや二つ言えなかったことってあるんじゃないでしょうか。あるよね。気持ちの整理がつかなくて言えなかったり、伝えたところでどうにもならないって分かってて飲み込んだり、そういう苦い経験あるんじゃないでしょうか。でも、それでも言いたかったって気持ちは心にずっと残ってたりするんだよね。今回はそんな声にならなかった思いっていうのを視聴者の皆さんからガチ投稿とともに、私、ひろきが心を込めて供養してまいります。笑えるものもあれば泣けるものもあるし、ちょっとね、地獄みたいなやつもあります。でもどれも全部ちゃんと好きだったっていう証拠なんだよね。そもそもさ、恋愛ってさ、終わった後が一番うるさかったりするじゃん。付き合っている時よりも別れた後の方が気持ちの整理がつかないことってない？今更何を言ってもって分かってるのに、頭の中で何百回もリハーサルしてる言葉あるでしょ。思い出の中のあの人に向けて何度もさ、もしもっていう会話を繰り返してる。でも現実ではもう言わない方がいいって分かってるからこそ苦しかったりするよね。そんなモヤモヤを抱えながら時間だけが過ぎていってっていう。でもそれってさ、もう自分の中にさ、言葉のお墓を作ってるようなもんだったりするんだよね。誰にも見られないように埋めた気持ちがさ、ふとした瞬間にさ、うずく時あるよね。だから今回は、その埋葬しきれなかった言葉たちをここで一緒に供養していきましょう。それぞれの投稿に、私が真心を込めてレスを返していきます。一緒に泣いて笑って、そして終わりを受け入れていきましょう。それでは早速行ってみましょう。好きになろうとしてくれてありがとう。いきなりか。好きになってくれてありがとうじゃなくてさ、好きになろうとしてくれてありがとうってさ、もうこの言葉だけでその声がどんなに切なかったのかさ、想像ついちゃうよね。本当はさ、うまくいかないってことをさ、どこかでお互い分かってたのかもしれないけど、それでも諦めないで気持ちを育てようとしてくれたっていうその事実にさ、救われてる感じが泣けてくる。恋ってさ、うまくいくかよりも向き合ってくれたかっていうのがさ、一番大事なんじゃないかなって思ったりする。だからそうやって努力をしてくれたことはありがとうって言える投稿者の方が実は一番愛されるにふさわしい人だと僕は思います。その思い、誰かにきっと届く日が来るから、どうかそのまま優しいあなたでいてください。別れる最後の日のあなたの笑顔に救われました。おう。これはもうさ、完全に映画のラストシーン。別れってさ、どちらかが泣き崩れてさ、もう片方は無表情みたいな、そんなイメージ強かったりするじゃん。でもそんな中で笑顔が残ってるって相当ね、感情をコントロールできる人だと思いますよ。相手の方。きっとその笑顔ってさ、表面的な強がりとかじゃなくて、ちゃんと幸せでいてねっていう願いが込められてた、最後のプレゼントだったと思う。だから投稿者の方はさ、その笑顔に救われたって言ってたけど、それってつまりさ、もう終わったってちゃんと受け止めた上で前を向こうとしてるっていうことじゃん。それができるっていうのはさ、本当に強いし優しい人だと思う。その別れはね、悲しかったかもしれないけど、でもすごい美しかったと思う。人の心はスペクトラムなのに、関係直す努力もしないで別れたいのって聞くと確定しちゃうよ。これマジ刺さる。恋愛ってさ、うまくいってるとかいってないみたいな単純な話じゃなくてさ、お互いちょっとすれ違ったりとか気持ちが揺れたりすることって絶対あるじゃんね。でもそういう時に別れたいのって聞かれるとさ、聞かれた側はさ、イエスかノーかでしか答えるしかないし、本当はまだ終わらせたくなかったのにさ、言葉がトリガーになって終わっちゃうってマジでやめてほしいよね。本当にやめれるって感じ。だから投稿者の方はさ、ちゃんと感情のグラデーションを見てたんだろうなって思うし、でも相手はさ、モノクロでしか見てなかったんだよ。それがこの別れの本質なのかもしれないね。本当は今でも人生で一番の彼氏だったって思ってるよ。かっこ笑。うわ、もうこれさ、笑ってるけどさ、本音だよね。そのかっこ笑いにさ、どれだけの感情を隠してるか。僕にはわかります。
わかるよ。バレバレです。あの時以上の恋はまだ来てないって思っちゃってる自分がさ、ちょっと悔しいし、でも認めたくないっていう、そういう自分もいるよね。多分その人といた時間っていうのが楽しかっただけじゃなくて、自分がちゃんと愛されてたっていう、そういう実感があったんじゃないかな。でも、そういう人ってさ、一生に何人もね、現れたりしないから、心の中でさ、あの人が一番だったかもなって思い返すのは別に悪いことじゃないって僕は思う。それってさ、今の自分をさ、過去の恋愛が支えてくれてるっていうことだから、ただ、そのままさ、一番のままでいさせるのもさ、ちょっと悔しくない？更新してこう、更新。その記録。次はさ、圧倒的1位が現れると信じて、更新してこう。世界が見たいからと別れた若かった私ですが、その後あなたを超える人は未だにいません。Oh my god。これはさ、もうさ、さっきもあったけどさ、映画のラスト15分に流れそうなセリフすぎて。若い頃の夢とか自由ってさ、恋より大事に思えちゃう瞬間ってあったりするじゃん。世界を見たいって言って別れたあの時のさ、この投稿者の方って別に間違ってなかったと思うんですよ。でもさ、いざ広い世界を見た後で、あの人以上はいなかったって、そう気づく時のあの静かな後悔ってさ、もう人生のどこにもぶつけられない切なさなんだよね。本当に切ない。時が、その時間が経っても、距離があっても、あの人を超える誰かに出会えなかった。それってきっと後悔じゃなくて、記憶の美しさなのかもしれない。だからもうその思いは無理に終わらせなくていいと思うし、ずっと心のどっかに置いておいていいと思う。ね、だってさ、それはさ、投稿者の方がさ、本当に誰かを愛した証なんだと思うよ。昔ホストやってたってどうやってたけど、たった3ヶ月だったよね。笑う。いるんだよ、こういうやつ。たった3ヶ月のさ、夜食経験をさ、歌舞伎町の帝王くらいに話すやつ。やってたって言うんだったらさ、せめて最低でもさ、春夏秋冬の四季くらい経験してから語ってって思わない？研修終わったばっかの段階で武勇伝語ってんじゃねえよ。でもさ、この手の元彼に限ってさ、あの頃俺モテてたんだぜアピールするくせにさ、こっちへの気遣いとか空気読む力とかさ、もう皆無に近かったりするよね。ドネコなのにドネコセフレにコッリング使ってるみたいだけど、埋もれ単勝には意味がないよ。ちょっと待って。情報量多すぎて処理追いつかないんだけど。ドネコ×ドネコってさ、その時点でポジション軸なのにさ、そこにリング登場って。なんかの儀式ですか？てか使い方もさ、目的が間違ってるじゃん。本来の用途知ってるって問いただしたいレベルだよ。サイズ的に意味ないっていうかさ、もう空回りの物理なんだよね。どこに向かって戦ってるのかもはや謎。っていうかさ、それ以前にさ、何よりもまず自分を知れって言いたい。性癖に個性があるのはいいんだけど、自分の立ち位置と装備ぐらいさ、見直して出直してきなさいって話じゃない？もう、好きこういうの。元彼の位置情報共有がオンのままになってるけど、気になるから教えてあげない。怖っ。地味に怖っ。情報ってさ、知らなきゃ知らないまでよかったのにさ、知ってしまったらもうずっと気になるってあるよね。それがさ、元彼の今いる場所だったりとかしたらさ、そりゃあもう感情入れちゃうって。ね。でも、まだ気になってる自分を知られたくなくて、わざと教えないことで自分の感情を隠してバランスをとってるっていう感じ？いや、本当に怖いよ。未練って言葉で片付けられない複雑な気持ちが詰まってる感じがする。でもさ、それでも教えないさ、この投稿者の方の強さ、結構好き。人からもらった誕生日プレゼントを別の人に誕生日プレゼントとして横流しするのやめな。本当にそれする人いるの？やば。人としてのグレーゾーンに全力でダイブしてんじゃん。プレゼントってさ、あなたのために選んだっていうさ、その気持ちが詰まってるから価値があるわけじゃん。横流しってもうさ、気持ち丸ごとリサイクルですかみたいな。そんな話だよね。本当に。プレゼント渡した瞬間ってさ、きっと、相手の喜ぶ顔を想像して心から選んだものだったりするわけじゃん。それをさ、何の感情も乗せずにさ、別の誰かへ流すなんて、魂のない贈り物すぎて寒気する。
物を大事にしないっていうより、人の気持ちを大事にできない人なんだなって思っちゃうよね、そういう人って。あなたのチッポを吸いたい。なんかのパロディかよ、本当に。君の膵臓を食べたいみたいな。もうさ、これだけはさ、もう理性ゼロ、本能100のさ、大告白すぎて逆にすがすがしいよ。愛とか未練とかよりも前にさ、もう、ただ吸いたいみたいな。もうこの投稿してくれた方の心は今ね、完全に肉体だけにフォーカスされてるんだよね。でもさ、多分そこにはさ、僕のね、あくまで僕のあれですよ。僕の見解ですけど、愛されなかった悔しさとか、繋がってた実感をもう一度っていう願いとか、言葉にできない感情がさ、全部詰まってる気がする。体が覚えてたりするじゃん。そういうの。だからさ、体が覚えてるからこそ欲しちゃったりするんだよね。それってさ、悲しいくらいにまだ忘れられないっていうことでもあるじゃん。吸いたいイコール会いたいみたいな。そうかもしれない。でもさ、吸っても満たされないってことは一番本人がよくわかってるんじゃないでしょうか。ね。なんで俺を捨てて既婚者の人とよりを戻したの？バーカ。バーカ。もうね、そのバーカにね、全部詰め込んだ感じだね。もう声にならないさ、感情の濁流がさ、バーカ一語に詰まってるんだよね。でもさ、既婚者って聞いた瞬間、ちょっと、って思ったんだけど、結婚してる人とまたくっつくってさ、そっちはそっちで結構地雷原だと思うよ。っていうかさ、このバカ男はさ、投稿者の、方を捨てたんじゃなくって、ちゃんと向き合うことから逃げたってことだと思うよ。未来が見える方じゃなくてさ、楽に逃げられる過去を選んだだけだと思う。それって本当に愛なの？って思っちゃう。違うよね。もうさ、投稿者の方は、ただ、まともすぎたの。愛し方が真剣すぎた。だからこそ、バーカって言っていいと思う。何度でも言ってやって、叫んだ方がいいよ、心の中で。あなたの愛はそんなに安くないから。いくらお金なくても、愛知、大阪なら3ヶ月に1回は来れたんじゃね？そりゃ不利よ。これもまた現実が突き刺さるやつだね。確かにさ、遠距離とかっていうのはさ、その距離の問題っていうのがあるけど、愛があったら、ほんの1回だけでもさ、来ようと、するじゃん。だって高速バスだって深夜バスだってあるんだよ。でもそういう問題じゃないってこともわかるよ。でもさ、どうしても会いたいって気持ちがあるかないかが、行動に出たりするじゃん。お金がないから無理って言われたらさ、納得するしかないけど、心のどっかでずっと寂しさを抱えたままさ、それでも私は愛されてるのかなって、思い続けるのがやっぱりしんどすぎる。これがさ、やっぱ遠距離恋愛の難しいところでもあるのかもしれない。でもよく我慢したんじゃないかなと思う。振るのは正解だったと思う。だってそれは愛じゃなくて都合だったと思うから、これからは自分のために動いてくれる人と手を繋いでいけるといいね。散々振り回して挙句の果てに捨てたよね。絶対許さない。これ静かに一番しんどいやつ。振り回されてさ、翻弄されて、きっと希望を持たせられたりとかさ、やっぱり違うって突き放されたりとかして、心をさ、何回ぐちゃぐちゃにされたんだろうって想像すると、もう涙止まんない。絶対許さないっていうその言葉が出てくるまでさ、何度も許そうとしたんじゃないんでしょうか。でももう限界だったんだよね。大丈夫。その怒りは当然。傷を負った人間にしか出せない魂の叫びだと思います。ただこれだけはね、覚えててほしいんですけど、許さなくてもいいけど、その人のことでこれ以上自分を責めるっていうのはやめよう。あなたは悪くなかった。ただ、まっすぐ愛しただけ。はい。ということで、皆さん、今回の動画はどうだったでしょうか？元恋人ってさ、もう過去のはずなのに、なぜか未来を邪魔してくることあるよね。終わってるはずの関係なのにさ、心の中ではさ、まだ話しかけたりする時とか、ね、あの時、こうしてればっていうさ、想像ばかりが上手になってさ、でも今日みたいにちゃんと言葉にしてみると、意外と自分の中で何か一区切りつけられることってあると思う。たとえね、相手に届かなくっても、この思いがどっかで言えたってだけで、少しだけ前に進めることあるんじゃないかなと思います。そして何より今回投稿してくださった方々のその言葉が今似たような気持ちでいる誰かの救いになるかもしれないし、誰かが自分の気持ちを言ってくれた瞬間ってそれだけですげえ尊いことだと思います。だから今日こうやって僕に言葉を届けてくれた方々本当にありがとうございます。
その勇気が次の恋を優しくする一歩になりますように、心から祈ってます。そんなこんなで今回のこの動画が少しでも刺さったっていう方は、ぜひコメント欄であなたの言いたかったことを教えてください。あと、チャンネル登録と高評価よろしくです。そして次回もぜひ見てね。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイチャー。